さて、今回はですね、多くの方が大きな不安を感じるであろう、転移性肝がんというテーマについて、最新の医学がどんな答えを出そうとしているのか、その最前線を見ていきたいと思います。決して簡単な話ではありません。でも、ここには確かに希望の新しい物語が始まってるんです。もし、お医者さんから肝臓に転移が見られますと告げられたら、多くの方がきっとこう感じてしまうんじゃないでしょうか。もうダメなのか、と。これは本当に深刻な診断ですし、その不安は痛いほどよくわかります。でも医学の進歩っていうのは、この絶望的とも思える問いに、今、全く新しい答えを用意し始めているんです。さて、ここからそのテーマに深く切り込んでいきましょう。希望の物語を本当に理解するためには、まずそもそも、なぜこの診断がこれほどまでに恐れられているのか、その本質的な課題をちゃんと知ることが第一歩になります。まずは言葉の確認からですね。転移性肝がん。これ、大事なのは、肝臓で始まったがんじゃないっていうことなんです。つまり、体のどこか他の場所で生まれたがん細胞が、血液の流れに乗って肝臓にお引っ越ししてきて、そこで大きくなった状態、これを指すんですね。だから多くの場合、ステージ4と診断されるわけです。じゃあ、なんでそんなに肝臓が標的になりやすいのって思いますよね。それは肝臓が体の中のいわば巨大な血液フィルターだからなんです。特にお腹の中の消化器系から流れてきた血液は全部まずこの肝臓っていうフィルターを通るんですね。そうすると血の川を旅してきたがん細胞がここでガシッと捕まってしまう。そして根付いてしまう。そういう理屈なんです。もちろん元のがんがどんな性格かとか転移がいくつあるかでその後の物語は大きく変わってきます。さあ、ここからがこの話のハイライトです。特に治療の進歩がものすごくドラマチックな大腸がんの肝転移にスポットを当てて、これまでの常識がいかに根底から覆されようとしているのか、その瞬間を見ていきましょう。かつては、もう手術で取り除くことはできません。つまり、切除不能と判断されて、あとは抗がん剤治療しか選択肢がなかった。そんなケースがたくさんありました。でも、その絶望的とも思えた状況に、今、全く新しい光が差し込んできているんです。その光というのが、数年前に発表された、ある画期的な研究なんですね。このスライドにある通り、手術ができない大腸がんの肝転移の患者さんを2つのグループに分けました。片方は、これまで通りの標準的な化学療法。そしてもう一方は、これすごいですよ。生体肝移植。つまり、肝臓を丸ごと取り替えてしまうっていう、これまでの常識では考えられなかったアプローチです。じゃあ、その結果どうだったと思いますか？このグラフがもうすべてを物語っています。見てください。化学療法だけだったグループの5年生存率 10%。これに対して、肝移植を受けたグループはなんと 57%。これも治療成績が改善しましたなんていうレベルの話じゃないですよね。まさにパラダイムシフト。考え方そのものがひっくり返った瞬間です。57%。この数字の重み、少しだけ感じてみてください。転移してしまったがんに対して臓器移植をするっていうのは、どうせまたすぐ再発するだろうっていう考えから、長年医学の世界ではタブーとされてきたんです。でも、厳しい基準をクリアした患者さんであれば、それが一番の希望になり得るんだってことを、この数字がきっとりと証明したわけです。さらに、手術そのもののやり方もものすごく賢くなってるんです。2段階切除っていうすごい戦略があるんですね。これは一気に全部のがんを取ろうとするんじゃなくて、まず片側だけを切除する。で、肝臓ってものすごい再生能力があるんで、残った部分がまた大きくなるのを待つ。そして満を持してもう片方の悪い部分も取り除く。どうです？すごい作戦だと思いませんか？この急がば回りのアプローチが見事に結果を出しているんです。この方法によって5年生存率は 68% っていうとんでもない数字にまで到達しています。手術と薬、これをうまく組み合わせることで今までなかった道がどんどん切り開かれているんですね。さて、このすごい進歩、大腸がんだけの話じゃないんです。他のがんにおいても治療はどんどんパーソナルに。つまり、一人一人に合わせた
強力な武器庫を持つ時代になってきています。例えば、乳がんです。このグラフ見てください。もう一目瞭然ですよね。乳がんの観点医って一括りにはもうできないんです。がんの遺伝子のタイプ、いわゆるサブタイプによって5年後の未来がこんなにも違う。特にこの一番大きいヘル2陽性っていうタイプ。これに合った分子標的薬っていう特効薬が使えると、観点医があっても研究によっては5年生存率が 100% 近いなんていうデータまで出てきてるんです。まさに自分のがんの顔つきをちゃんと知ることが未来を左右する鍵になる。そういうことです。これも希望を生み出すものすごく重要な考え方です。コンバージョン手術。コンバージョン、つまり転換ですね。最初から手術は無理と諦めるんじゃなくて、まず抗がん剤でがんをしっかり叩いて、手術ができない状態からできる状態へと転換させる。この逆転の発想で胃がんとかでも長く生きられる可能性が生まれてきているんです。ただ、もちろん全てのがんが同じように進歩しているわけではありません。ここからは少し苦しい現実にも、でも誠実に目を向けたいと思います。治療のゴールががんを治すことから、いかによく生きるか、QOL に変わる時についてお話しします。これは、膵臓がんという病気が持つ厳しい現実を示す数字です。ステージ4で肝臓に転移がある場合の5年生存率はおよそ 1.5%。この重い現実から目をそらさないこと。それが次のステップである緩和ケアの本当の重要性を理解するために何よりも不可欠なんです。肝臓の機能がいよいよ限界に近づくと、体には様々な苦痛を伴う症状が出てきます。横断や腹水。そしてご家族にとって特に辛いのが、人が変わったようになってしまう痙攣です。これらの苦しい症状をいかにコントロールして穏やかな時間を作るか。それが QOL、つまり生活の質を守るための鍵になります。ここで本当に大事なことをお伝えします。緩和ケアは治療の諦めや放棄では断じでありません。むしろ痛みや息苦しさ、そういった苦痛を徹底的に取り除いて、その人らしさを最後の瞬間まで守り抜くためのものすごく積極的で専門的な医療なんです。じゃあ、具体的にどんなことができるのか。この表がその選択肢です。例えば、痛み。これはもう我慢する時代じゃありません。最新の医療を使えば、病院じゃなくても住み慣れた自宅でもしっかりとコントロールできるんです。そして、もしどうしても耐えられないような苦痛がある場合には、セデーションといって医療の力で穏やかに眠りにつくという選択肢だってある。一番大事なのは、どこでどう過ごしたいかを選べるということ。そのためのサポート体制が今はちゃんと用意されているんです。それでは最後に、ここまで見てきたことすべてをまとめて、転移性肝がんという病気に対する新しい希望のメッセージをお伝えしたいと思います。押さえておきたいポイントはこれらです。まず、切除不能という言葉はもう絶対的なものではありません。そして、賢い手術の戦略が新しい道を開きつつあります。あなたのがんがどんな顔つきをしているのか、それを知ることが何よりも重要です。そして、たとえ根治が難しくても、尊厳を保ち、穏やかに過ごすための医療は強力なツールとして確かに存在。だから覚えておいてください。古い統計データがあなた個人の未来を決めるわけでは決してないんです。医療は本当に日進月歩です。今日お話ししたことの多くは、ほんの数年前までは夢物語でした。だからどうか、この新しい知識を持って次の主治医との対話に臨んでみてください。先生、私の場合はどうですか？と。あなたの未来は、あなたが投げかけるその質問からまた新しく動いていくのかもしれません。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。